地球の皆さんこんにちは、月くんです。今日はウルトラマンダイナ最強怪獣ランキングトップ10。いや、難しすぎ。今まで一番難しかったです。3位から15位ぐらいまでもう甲乙つけがたい感じでした。順位は私がこちらのルールにのっとって独断と偏見で付けさせていただきました。もしチャンネル登録をしてくれたらネオマキシマ砲をプレゼントします。それでは順位発表です。どうぞ。10位は16話激闘怪獣島に登場したハイパークローン怪獣ネオザルス。様々な怪獣の遺伝子を組み込まれて改造された怪獣です。体温を感知することで敵を追尾するホーミングビームを打つことができます。力自慢のシルバ軍やウルトラマンダイナのストロングタイプを上回る凄まじいパワーを持っています。ウルトラマンダイナを苦しめたネオザルスが10位にランクイン。9位は32話歌う探査ロボットに登場したモンスターマシーンサタンラブモス。探査ロボットラブモスが TPC 本部基地にあった全ての兵器や全てのメカを融合させて構築したロボット怪獣です。パートテステーゴやガッツイーグルなど全ての武器が使えて、それらの一斉発射攻撃はウルトラマンダイナのソロジェント光線以上の威力があります。ロボット怪獣らしく防御力はかなり高くて、ミラクルタイプの高速移動を計算して見切ったりなど総合力がかなり高いです。マイ隊員のファインプレーがなければウルトラマンダイナに勝っていた可能性が高いサタンラブモスが9位にランクイン。8位は25話26話クラーコフ浮上せず前編後編に登場した宇宙怪獣レイキュバス。知名度はウルトラマンダイナの怪獣の中でトップクラスで、知名度だけではなくて戦闘力も相当高くて、一度ウルトラマンダイナを戦闘不能にしています。高熱と冷気の両方の特性を持っていて、目が赤い時は火球を放し、目が青い時は冷気ガスを放てます。火球はとんでもない射程で、しかも確実にターゲットに当てます。冷却ガスは浴びると氷漬けになってしまいます。前後編のダイナ屈指の名エピソードに登場したレイキバスが8位にランクイン。7位は27話怪獣ゲームに登場したスーパー必殺怪獣デマゴーグ。ゲームの大会で優勝した太一少年のデータをもとにチェーン星人レフトが作った怪獣で、レフト曰く最高傑作。鋭い牙や怪力に加えて尻尾で敵を投げ飛ばしたり尻尾で敵を刺して貫くデマゴーグスペシャルが強力です。デマハンドプロテクションというほとんどの攻撃を防ぎきるであろう強力な防御技もあって、実際にウルトラマンダイナの攻撃を防ぎきりました。攻守に隙がなくてめちゃくちゃ強い怪獣です。倒した敵を吸収してさらに強くなるというチート特性も持つデマゴーグが7位にランクイン。6位は50話最終章2太陽系消滅。51話最終章3明日へに登場した超合成獣ネオガイガレード。ラスボス怪獣の影に隠れているんですけど、かなり強い怪獣です。作中最強の超強力な悪空間バリアを張ることができて、ほとんど攻撃が通りません。スフェアと融合しているからか普通の怪獣よりも頭が良くて人質を取ったりします。ラスボス怪獣の用心棒的存在のネオガイガレードが6位にランクイン。5位は35話36話滅びの微笑前編後編に登場した超宇宙合成獣ネオジオモス。ジオモスとネオジオモスを分けようか迷ったんですが、今回は分けずにランクインさせました。ジオモスが進化して強化されたのがネオジオモスなんですが、ジオモスの時点でウルトラマンダイナのありとあらゆる攻撃を悪空間バリアで全て防いで、体当たり攻撃でダイナを吹っ飛ばして勝利しました。ウルトラマンってこんなに飛ぶんやってちょっと引くぐらい飛ばされます。ジオモスの時点でそんなに強いんですけど、ネオジオモスになると悪空間バリアの強度がさらに上がって攻撃のバリエーションも増えてとんでもない強さになってます。ガッツとスーパーガッツとウルトラマンダイナが協力してやっとこそ倒したネオジオモスが5位にランクイン。4位は31話死闘ダイナ vs ダイナに登場した宇宙格闘士偽ウルトラマンダイナ。普通異星人が地球に来るときって侵略目的とかが多いんですけど、グレゴール人偽ウルトラマンダイナはウルトラマンダイナと喧嘩するためだけにやってきた宇宙の喧嘩自慢みたいなやつです。そしてその喧嘩した結果、ウルトラマンダイナをほぼ完封します。殴り合い、格闘戦ですよね。格闘戦でダイナを圧倒してソルジェント光線とダークソルジェント光線の打ち合いでも押し勝ってウルトラマンダイナをボッコボコにしました。人類の助けがなければダイナに干渉していたであろう偽ウルトラマンダイナが4位にランクイン。3位は劇場版ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ光の戦士たちに登場した電脳魔人デスフェイサー。
人類が作った電脳巨漢プロメテウスがモネラ星人に奪われて改造されて変形したのがこのデスフェイサーです。素材は地球産のはずなんですけど、地球産とは思えないほどの頑丈さを誇っていて、スーパーガッツの攻撃をフル無視できるほどです。攻撃面では何といってもネオマキシマ砲、最大出力で撃ったら小惑星を破壊できるほどの圧倒的破壊力があります。精神力が強いウルトラマンダイナに一時トラウマを植え付けたデスフェイサーが3位にランクイン。2位は劇場版ウルトラマンティガ&ウルトラマンダイナ光の戦士たちに登場した超巨大植物獣クイーンモネラ。なんかわらわらとたくさん来ていたモネラ星人が宇宙船と融合して誕生した超巨大な怪獣です。シンプルにめっちゃでかくてウルトラマンの5倍ぐらいの大きさがあります。12本の触手から破壊光線、頭部から光線も撃てます。触手で捕まえたウルトラマンダイナをお腹にある檻みたいな謎空間に閉じ込めて高圧電流を流して戦闘不能にしました。ウルトラマンが2人がかりで倒したクイーンモネラが2位にランクイン。1位は50話最終章2太陽系消滅、51話最終章3明日へに登場した暗黒惑星グランスフィア。宇宙の全てと同化することが目的のウルトラマンダイナのラスボスです。目的の規模がもう意味わかんないですもんね。分析をした中島隊員が今までとはまるで桁違いの怪物と称していて、冥王星付近から星をどんどん飲み込んで地球に接近してきました。周囲の重力を自在に操れてブラックホールのようなものを発生させて攻撃を飲み込んでしまうので、ほとんどの攻撃が本体に届きません。そんなふざけたぶっ壊れ性能なのに、人類をその者たちと同化せよみたいな感じで人類に話しかけてくるぐらい頭もいいです。ブラックホール以外にもソロジェント光線やネオマキシマ砲すら防ぐほどの超強力なバリアも張れて、ラスボスにふさわしい圧倒的な強さを見せたグランスフィアが栄えある1位でした。はい、いかがだったでしょうか。ウルトラマンダイナ最強怪獣ランキングトップ10でした。ここまで見ていただいて本当にありがとうございます。いや、今回難しすぎ。ダイナの怪獣はなんか平均的に強い怪獣が多くて本当に難しかったです。皆さんの意見もぜひコメント欄で教えてください。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは次の動画で。バイバイ。